こんにちは、グリプトです。新しいマイクが来るの待ってたんですけど、一向に届かないんで、先に撮ろうと思います。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダ、バッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、ミシガン州の年金基金がスポットイーサ ETF の保有を公開したことが話題になっています。グレースケールのイーサトラストを46万株で1000万ドル相当、グレースケールのミニトラストを46万株で100万ドル相当、合計1100万ドル相当の保有となっています。ミシガン州の年金基金は以前ですね、アーク20アシャーズのスポットビットコイン ETF を約700万ドル分購入してるんですけども、それよりも多い金額をイーサに費やしているということで注目されています。で、イーサの方は価格的にも比較的弱いままとなってますけども、ETF から挽回できるのか注目ですね。あと年金つながりでは、英国方面でもとある年金基金がビットコインに投資したという話題が出てます。で、これは年金専門家というカートライト氏の発言が元になっててですね、とある年金基金が総資産6500万ドルのうち 3% をビットコインに割り当てたという専門家の主張からですね、話が広がってるんですけども、どこの年金基金なのかは明かされてないんですね。ただ、これまでこういう公的機関がビットコインを買うときはですね、大体 ETF を通しての購入で、報告もさっきみたいにどこどこの ETF をいくら分保有しているというのが普通なんですけど、この英国の年金基金はですね、ビットコインの現物を直接購入して秘密基を分散管理しているということで、今までとは違う保有の仕方なので一部で注目されています。で、6500万ドルの 3% は約200万ドルですけども、現物保管が他でも広まるのか注目ですね。あと先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス 21.7 億ドル相当の純流入となっています。年間総流入額が290億ドルを超えたのも注目されています。で、内訳としてはほとんどがブラックロックのスポットビットコイン ETF IBIT になっていますね。で、続いてフィデリティ、イーサも一応プラスとなっています。で、国ごとではほぼ米国からの流入となってまして、他の国ではマイナスとなってますね。この辺は通常運転となってます。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 5.79 億ドルの純流出を記録しています。で、ブラックロックはまだ公開されてませんが、このままだと過去最高額の流出となりますね。で、またイーサも全体でマイナス 0.74 億ドルと大きな流出となっています。香港はビットコインイーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在68,200ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米製造業新規受注9月、米耐久財受注9月の確保値などがありました。重要指標とされている米耐久財受注は予想以上の結果となっているんですけども、それよりも米大統領選の進捗の方が市場に影響を与えてまして、アイオワ州でハリスが優勢という報道が出てから市場は米ドル安、米株安に傾いています。で、このアイオワ州はもともと共和党が強い州とされてたんですけども、今回女性票がハリスの方に傾いてまして、一部の世論調査ではですね、このアイオワ州ではハリス氏 47%、トランプ氏 44% の支持率だったと。トランプピンチということで、米株各指数も調整となっています。で、ビットコインも同じ展開となってまして、66,800ドル台まで下落してますね。米国債金利は 4.289 を推移しておりまして、ナスダックが19,963、S&P500 が5,716、ダウ平均が 41,794、金ゴールドが 2,736 ドル、日経平均が 38,256 円、ドル円が 152.15 円となっています。個別株の方では、セムラーサイエンティフィックがビットコインを 47BTC 買い増ししたことが注目されています。これで総保有量は 1058BTC と、医療メーカーがビットコインを買っているということで、先日も取り上げましたけども、今回また第3四半期で買い増し報告となっています。ただ株価は市場全体とともに調整となってまして、マイナス 2.31% を記録しています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.72%、額としては396億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.56%、バイナンス意味はロングが 59.6% とウェイルになっています。今後の指標としては、本日11月5日に米貿易収支、11月6日に米 ISM 非製造業景気指数10月、ポーランド、マレーシアの政策金利、米非製造業 PMI10 月の確保値、11月7日に米中銀政策金利、非農業部門労働生産性指数、第3四半期速報値、米新規失業保険申請決などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ハリス勝利で5万ドル、トランプ勝利で9万ドルに行くというバーンスタインの見解や、ブラックロックの米国債 ETF、TLT 建てで ATH 更新していることから、ビットコインの強さが伺えるといったような見解が注目されてますね。
で、そして廃炉企画ですね。先週末の私の予想では、おそらく投開票まで一時的にハリス優勢の報道が出て、ビットコインもそれにつられて下がるんじゃないかと。なので、11月5日、AM6 時時点でのビットコインは69,600ドルよりも下という予想でした。で、結果としては、アイオワ州でハリス優勢という報道が出て、米ドル安、米株安となって、ビットコインも11月5日 AM6 時時点では67,347ドルということで、ほぼ完璧。やったただ。はい、ということで、視聴者プレゼント回避。最後の最後で当てました。で、ここで皆さんにお知らせがあります。この廃炉企画、一旦今回で終了です。投資コンテンツでありがちな外れたら責任取り税が湧いてきたんで、やっぱりね、ここまでゲーム化しても、なかなか厳しいんですよね。ただ前回の BCG の例もありますんで、ごく一部の意見の可能性もあるんで、ちょっとここで多数決取って今後続けるかどうかを決めようと思います。で、メンバーシップの方でも意見を募ったんですけども、そこでもね、若干意見が分かれてたんで、一般動画の方でもアンケート取ろうかなと思います。で、投稿の方でアンケートも取れるんですけど、あれ見てる人と見てない人がいるんで、この動画のグッドボタンとバッドボタンで判定しようかなと思います。で、この廃炉企画続けてほしいという方はグッドボタン、廃炉企画いらない、もう見たくないという方はバッドボタンを押してください。で、このグッドが7割超えてたら続けようと思います。で、この7割ってのは YouTube の動画で評価されてる動画でもだいたい3割くらい、バッドがついてるものもあるんで、その辺を基準にしました。1% でも下回ってたらもうやりません。従来通りのニュースだけにしたいと思います。で、続ける場合にもそのコピ取り現金とか、思いつく限りの注意書きを足してやろうかなと思います。ということで、見ていただいた方はグッド、バッド、それぞれ判定をお願いします。で、ビットコインの今後としては、市場はやっぱり米大統領選に焦点を当ててますね。仮想通貨市場だけではなくて、株の方でもですね、各種の動向次第で上下に動くと見られています。で、ポリマーケットの賭け市場では、またトランプ氏が少し盛り返してきてはいますね。これから随時報道が流れると思いますが、チャートだけ見たら、時間足では一旦の底、68,000の小棒となっています。トランプ優勢で一気に ATH コースになりそうですけども、ハリス優勢だと6万ドルコースまで視野に入れた方が良さそうですね。今後の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。以前イーサの研究員がエーゲンレイヤーのアドバイザーを務めて報酬として多額のエーゲントークンを受け取ってたのが問題視されてましたけども、今回その研究員2名が辞任を発表しています。ドレイク氏はですね、私は9月にエーゲンファンデーションの顧問職を辞任しましたと、私が引き起こした騒動についてイーサレムコミュニティとイーサレムファンデーションの同僚に謝罪したいと思います。振り返ってみるとそれは私にとって悪い決断でしたと。今後私は顧問、エンジェル投資、安全保障協議会の全てを拒否します。この個人的な方針は最近のイーサレムファンデーション全体の利益相反方針をはるかに超えるものですが、それは私に求められたからではなく、中立性へのコミットを示したいからですと X に投稿しています。ただリプを見るとですね、結局いくら稼いだのか開示しろとか、攻撃が続いてますね。やっぱりユーザーとしてはどのくらいの売り圧があるのかというところが気になるところなんでしょうね。エーゲンのトークンは強くなるわけではなくですね、さほど動いてませんけども、ここからまた進展があるのか注目ですね。イーサの価格は現在2420ドル、BTC 建ては 0.0352 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.0%、額としては132億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.2%、バイナンス意味はロングが 78.5% と上入りになっています。BTC 建てがついに 0.035 割りそうになってますね。年金基金からの保有が報告されましたけども、ETF にも開発もなく、依然状況は変わってません。こちらも大統領選次第ですけども、BTC 建てでは 0.030、ドル建てでは2000ドルあたりまで見ておいた方がいいのかもしれないですね。イーサの逆転があるのか注目です。あとここからその他の動向になります。各大手取引所の上場手数料が問題視されています。で、事の発端となったのはこの投稿で、私は最近9桁近くの資金を調達したティア1プロジェクトと話をしましたと。バイナンスとのデューデリジェンス調査に1年以上費やした結果、ついに上場オファーを受けたと。バイナンスは総トークンの供給量の 15% を要求したと。セックス上場のためだけに5000から1億ドルを支払うことを想像してみてください。これはプロジェクトにとって負担が大きいだけでなく、価格下落の最大の原因でもありますと。何かを変えなければいけませんと訴えています。
で、これに対してコインベースのアームストロングはですね、コインベースへの上場は無料ですと、ご連絡いただければお手伝いできるかどうか検討させていただきますと反応してるんですが、この投稿にジャスティンとかファントムのアンドレとかがリプして、バイナンスは私たちに何も請求してないが、コインベースはパフォーマンスを向上させるために5億トロン、8000万ドル相当の支払いを要求し、コインベースカストデーに2億5000万ドルの BTC を預けることを要求しましたとリップして、ここでもバイナンス対コインベースの争いが出てます。上場手数料ってその小さいところでもあるのが当たり前という認識だったんですけども、やっぱりね、知名度でいろいろ変わってくるんですかね。供給量のですね、15% 渡すって、ほぼ命運握られてると言っても過言ではないですから、今ではですね、その無料で流動性提供できる DEX がありますから、そこでもね、ちゃんとユーザーもいますし、セックスにね、頼らなくてもいい時代になってますよね。大手セックス以外はビジネスモデル自体を少し変えないといけないのかもしれないですね。あとはロビーフットやクラーケンなどの大手が先日発表されたパクソスの新たなドルステーブル USDG の採用を発表しています。他にもアンカレッジデジタル、ギャラクシーデジタルなども導入を発表してますね。で、先日この USDG が発表された時もね、取り上げましたけども、その時はシンガポールで USDG、UAE で USDL の立ち上げとされてたんで、どっちもね、各所での運用なのかなと思ったら、この USDG は USDT とか USDC のように世界中での普及を目指すようですね。ドルステーブルのシェアは未だに圧倒的に USDT、USDC ですけども、ここに食い込めるのか注目ですね。あと他ではシンガポールの MAS が金融機関の RWA 推進のために新たに商業ネットワークを構築すると発表したこと、台湾がマネロン防止のために仮想通貨の上場規制強化をすると発表したこと、オープンシーが新たなプラットフォームを来月公開することなどが話題になっています。オープンシーはシェアもブランに抜かれて、従業員も約半数を解雇して、このまま淘汰されていってしまうのかなと思ったんですけども、今回ね、NFT 市場低迷から改革を起こすためにプラットフォームを一から作り直して、オープンシー 2.0 をいよいよ来月に公開する予定とのことですね。シェアも最近オープンシーがまた盛り返してきてます。NFT マーケットプレイスでね、マジックエデンとかもありますけども、それぞれ流動性のある NFT が違いますから、NFT 市場の覇権争いも今後どうなっていくのか注目ですね。あとアルト関連では、ソラナの10月の月間アクティブアドレスが過去最高を更新したのが注目されています。今までの最高は9月の8600万ドルでしたけども、10月では 1.2 億とさらに上回っています。これもミーム発行プラットフォームパンプファンの影響とされてますね。市場ではソラナのイーサ超えが注目されてますけども、時価総額的にはまだ3倍以上の差があります。ただ落ちる一方のイーサとオンチェーンでも活気のあるソラナを見るとですね、不可能とは言えない状況にはなっているのかなと思いますね。ソラナの価格は現在158ドル、BTC 建てはマイナス 1.1%、時価総額は5位ですね。チャートだけ見たら再度170ドルを抜けられるかが焦点になると思いますけども、オンチェーンの盛り上がりの要因とされているミームブームがどこまで続くのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、ゾディアカストディが5000万ドル調達見込みであること、イーサのソリディティ 2.0 開発の V レイヤーが1000万ドル調達、イーサ初のベースドスタック開発のスパイアラブスが700万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。